オーストリア鉄道が運行する寝台急行、ナイトジェット。この列車が生まれたのは、2016年のこと。当時は、夜行列車が淘汰される流れにあり、寝台列車、冬の時代に生まれた新種別でした。ですがナイトジェットは、新たな装いとイメージ戦略、そして利便性の改善を続け、近隣国から遠く離れた都市まで路線を拡大していきます。そして2020年代には、新型車両が登場するまでに発展しました。今回は、そのナイトジェットによく似た列車に乗車します。ということで、ローマからこんばんは、ゆっくりさんでございます。ローマからしばらくご一緒させていただきます。ドイツ鉄道の ICE、DB です。私が来たってことは、何をするのか、大体想像ついた方も、多いんじゃないでしょうか。船に乗ります。それにもちろん、いつもの賑やかし、いや、アンバサダーとして大活躍する、HST お兄さんもいるぜ。おいえっちゃん、今回から、褐色猫耳エジプト衣装の、ブリティッシュジェントルマンになるんじゃなかったのか？つけてるのは、猫耳だけじゃないか。イギリス人は、絶対に約束を守るという格言があるのに、身内に大反対されて、できなかったんだよ。今私たちがいるのは、イタリアの首都、ローマ。この都市で最大の駅、ローマテルミニ駅が、今回の出発地です。前回は、フレッチャロッサに乗って、ベネチアから、ここローマまで移動してきましたな。そういうことになってるけど、道中は全く、乗ってる列車の話をしてなかったね。だって、ローマまではただの移動だし、出発時間が遅くて外は真っ暗。おまけに車内も途中から混んできて、話ができる状態じゃなかったんだもん。でもそのフレッチャロッサに、追加情報があったのでお伝えいたしましょう。前回乗車した、フレッチャロッサミッでは、最近急速に数を減らしつつある、旧塗装編成でした。というのも、イタリアの高速列車は、2022年から役割ごとに異なる名前だった列車たちを再編。最速の種別であるフレッチャロッサに名称を統合することにしました。これに伴い、車種ごとに独自のデザインだった塗装も共通にして、イメージの統一を図っています。リニューアルした塗装は、最新型でフラッグシップのフレッチャロッサミッで ETR400 型に合わせてデザインされています。そのおかげで、ETR400 型の変更点は、先頭車両のみにとどまりますけど、2015年から続いてきた塗装が、順次消滅することになってしまいました。やっぱり、顔の塗り分けが変わると、随分イメージが変わるね。でもなんか、この旧塗装も、今までと少し違わない？それは、鼻先の連結機カバーだけが、新塗装になってるからだな。登場時のフレッチャロッサミッでは、先頭部の銀色の帯の下に、黒い穴のようなものが見えていた。近づいてみると、網目が確認できるので、一見、空気取り入れ口か何かのように思えてしまう。だがこれは、単なるデザイン上のアクセント。近年の未踏化デザインに見られる、ダミーグリルと同じで、車両の走行に関わる機能は一切ない。いやでも、新幹線100系みたいに、モーター冷却用の空気取り入れ口ってことも。えっちゃん、あいにくだが、そんな機能はない。それどころか、網のように見えるのはただの模様で、実際はカバーに穴すら開いていないのだ。そんなわけで、新塗装では、連結機カバーのダミーインテークが省略。それに伴い、旧塗装編成も、新デザインのカバーを装着し始めたので、すっきりした見た目になっていたのだった。さて、時間は午後10時。この時間の、ローマ、テルミニ駅は、賑やかな昼間と様子が異なります。駅構内は、すでにほとんどのお店が閉まり、人通りがまばらです。列車も運転本数が少なく、様々な列車が顔を揃える、行き止まりホームは、ほとんどが空。昼間なら、遠くの都市へ向かう高速列車は、1時間程度で着ける、フィレンツェやナポリ行きだけになり、鉄道の運転も、1日を終えようとしています。新幹線で言えば、博多とか広島、新大阪行きの望みが終わってしまい、静岡や三島行きの、こだまだけになってる状態だな。今この駅で、活発な列車といえば、遠くの町から走ってきた、到着便。これらはローマが終点で、大勢のお客さんを降ろすと、
時期に車庫に入る車両です。私たちも普段の旅なら、一日のスケジュールを終えて、ホテルで休んでいる時間です。さっきここで別れたいつもの3人は、今頃枕投げ大会をやってる頃でしょう。けれども今回は、ここからがスタートです。となると、何をするのか分かった方が、大勢だと思います。そう、私たちの旅では久しぶりに、寝台列車に乗るんです。前には、スペインからポルトガルに行くやつとか、スウェーデンの寝台列車を特集してたよな。だいぶ前で、もはや懐かしく思えてしまう。でもあれ、なくなっちゃったんだよなあの北極圏域、なくなっちゃったの。違う。そっちじゃなくて、スペインからポルトガルへ行く方。北極圏域の寝台は、まだ元気に走ってるから安心したまえ。しかし一方で、スペインとポルトガル、イベリア半島の人同士を結ぶ寝台列車は、完全廃止されてしまったのだ。現在、スペインとポルトガルの間には、高速鉄道の建設が進められている。当初の計画では、二国を結ぶ高速鉄道線の完成と入れ替わりに、寝台列車の引退が予定されていた。その上もともと、この寝台列車は、老朽化した車両たちによる運転だった。確かに、写真とか映像を見返すと、ドアが手動だったり、行き先表示が昔ながらの板だったりして、ちょっと古さが目立つな。だろ？それにコンセントは少ないし、水回り、洗面台が、ちょっとカビ臭かったんだよ。細々とながらも、なんとか継続してきた、イベリア半島横断寝台列車。だがそこに、2020年から流行した、新型コロナがとどめを刺してしまう。スペイン、ポルトガルの両国では、外出禁止のロックダウンが施行され、車両は1年近く、車庫の置物と化してしまったのだ。それにこの寝台列車は、始発から終点までの10時間、連続して同じ乗務員が勤務する。したがって、勤務時間が長く、負担が大きいことや、一度出発したら、二晩は家に帰れないことから、乗務員には人気のない列車だった。こうした背景もあり、全面運休から1年が経った2021年春、スペイン、ポルトガル間の寝台列車は再開されることなく、廃止が決定。車両はほどなくして、インドへ売却してしまった。なので現在、スペインは寝台列車を保有しておらず、運転再開ができない状態なのだ。なら、スペインとポルトガルを行き来する手段は、どうなってるの？直行ルートは、早くて便利な航空便か、安い長距離バスの2択になっちゃってるな。ということは、鉄道は、今は直通の特急列車がなく、スペイン、ポルトガル両国の国境付近は、ローカル列車しか走っていないんだ。つまり、いくつもの列車を乗り換え、遠回りをしていかなきゃならない状態になっている。考え方を変えれば、テレビ番組の、世界の車窓から、みたいな旅を楽しめるんだけどさ。そんなわけで、今からイタリアの寝台列車に乗るわけですが、正直に言いますと、私、めちゃくちゃ緊張しています。以前この時間に、リカバリーが難しい、大ハプニングに直面したことがあったからだ。ところで今晩は、夜行列車に乗る予定だから、もちろん宿なんか予約してないよな。当然だ。だからもし何かあったら、この場でホテルを探さなきゃいけない。でも、夜の10時を過ぎたローマで、その日のうちに泊めてくれる宿って、そう、限りなく少ないと思うんだ。だから最悪の場合、みんなで野宿な。さて、これから乗車予定の列車は、ICN1959 号。ローマから南部のシチリア島に行く夜行列車だ。となれば、この方が欠かせません。シチリアに行くと聞いて、わざわざイギリスから駆けつけてくださった、クラス800、はっちゃんです。駆けつけてくれたって何？正確には、呼び出したんでしょ。だって、シチリアへの旅といえば、はっちゃんが欠かせないじゃん。私らの伝統だよ。今日のを含めて、シチリアに行くのは、まだ3回目でしょ。これから乗る列車、ICN とは、インターシティ乗って、夜行都市間特急という意味です。イタリアは、国土が南北に長い国です。ブーツの形に例えられる、イタリア半島だけでも、約1000キロもの長さがあります。そのためこの国では、国内便の夜行列車が、多く走っています。その中でも筆頭に挙げられるのが、南部のシチリア島に行く系統です。ここは、何度もご紹介してますからご存知の方も多いと思いますけど、
本土と島の間に、トンネルも橋もない海峡があり、鉄道車両は船に積まれて、海を渡ります。私たちは昼の特急で、この珍しい船旅を、2回体験しています。なので今度は、夜行列車で、海を渡ることにしたのでした。と、一通り、簡単にご紹介したところで、構内の出発案内に、無事に夜行列車のホームが表示される。その後、出発時間まで30分を切った頃、紺色の客車たちがホームに姿を現した。客車は合計8両で、牽引するのは E403 型電気機関車。ドイツメーカーに押され気味だったイタリアが、起死回生を狙って生み出し、見事ドイツに返り討ちにされた名機関車だ。ひどい言い方。事実ですから。それにしても、イタリアの寝台特急は、オーストリアの寝台急行、ナイトジェットによく似てますね。紺色の車体に、赤い帯のカラーリングがそっくりです。違いは列車のロゴと、帯の部分に、車内サービスのピクトグラムがあることぐらいでしょうか。あと、ナイトジェットは、赤い帯の下に、細いグレーのラインが引かれていて、さりげなくメリハリをつけているんだよなぁ。逆に、イタリアのインターシティ乗っては、このグレーのラインがないため、少しのっぺりした印象を受ける。また、ナイトジェットのくたびれたオンボロ1階建て客車には、窓と屋根の間に、星の装飾が散りばめられている。経年劣化で歪んだ車体の、密かなアクセントとなり、シワの寄った外板をごまかし。ちょっとゆっくりさん。なんだかナイトジェットに対して、だいぶトゲのある言い方ですけど、何かあったの？さすがはっちゃん、よくぞ聞いてくれました。以前、ローマ発のナイトジェットで大事件があったんだよ。厳密には、私がやらかしたわけじゃないんだけどさ。2022年の夏、3年ぶりに、イタリアを訪れた時を覚えてる？デンマークのコペンハーゲンから、ドイツ、フランスと来て、イタリアに行った旅ですよね。あれはその後、スイスとオーストリアに行ってましたけど。そうそれ。あの旅のシリーズは、オーストリアで終わっていたよな。だけど実はもう一度、イタリアを訪れていたんだ。その目的は、周遊旅行の締めくくりに、寝台列車、ナイトジェットに乗るためだ。路線は、ローマ発、ウィーン行き。所要時間は14時間で、ナイトジェットが運行する路線の中では、トップクラスの長距離路線だった。しかも予約していたのは、シャワー付き個室の、一等寝台だ。この長距離寝台列車は、午後7時にローマを出発し、イタリア半島を北上する。長い旅の途中では、深夜の国境駅で、機関車交換や、編成の組み替えを実施。夜間にアルプスの山間部を走った列車は、翌朝、爽やかなオーストリアの土地を、ウィーンを目指して走り続ける。その頃車内では、朝食をいただきつつ、ゆったりと車窓を堪能。そして最後に、朝の9時頃、音楽の都に、優雅に降り立つ。はずだ、さあ。言っちゃ悪いけど、ゆっくりさんは、そんな豪華でエレガントな旅なんて、似合わないですよ。ちょっとえっちゃん、お宅の娘さん、あんなこと言ってますよ。なんとかしてくださいよ。まあそれはいいとして。ローマに着いた私は、準備万端で、ウィーン行きナイトジェットの入線を待っていた。しかし、出発の時間まで15分を切り、10分前になっても、一向に出発ホームが表示されない。嫌な胸騒ぎがしだした直後、絶望の文字が、備考欄に流れた。カンチェラート。英語で言えば、キャンセル。つまり、運休ですね。そう。2ヶ月前から予約し、旅の最後に取っておいた寝台列車は、無残にも打ち砕かれたのだった。鉄道会社側の都合による運休なので、当然切符代は、後日全額返金されたのだが、絶望のあまり、私はしばらく、列車が来ないホームから動くことができなかった。しかしなぜ、突然運転が取りやめられてしまったのでしょうか。実は夏の時期、イタリアとオーストリアの間を行き来する列車は、運休や遅延が相次いでいました。その理由は、国境付近で行われていた、線路工事です。イタリア北部や、オーストリアの南部は、冬になると雪に覆われてしまうため、夏場に線路の集中工事を実施します。そのため両国を行き来する夜行列車は、ほとんどが運休。唯一、定期的に運転されていたのが、観光都市ベネチアと、ウィーンを結ぶ路線でした。ですがこちらも、途中の経路が変更。イタリアからオーストリアへ直行することができず、東の隣国、
スロベニアを経由するルートに変わっていました。その影響で、列車の形態も、通常とは異なる姿でした。イタリア国内は、前後に機関車を挟んだ、プッシュプル方式で運転。そして、スロベニアとオーストリアで、それぞれ機関車が交代していました。このせいで、所要時間が2時間ほど伸びてたし、通常なら一度、または終点まで、同じ機関車が牽引する列車は、2回も機関車交換を実施していた。しかもスロベニア国鉄の区間は、通常のベネチア線ではまずお目にかかれない、フランス製原骨電気機関車が引く、珍しい形態で走行していたのだ。これをあらかじめ知っていたら、ローマ線じゃなく、ベネチア線を迷わず選んでたんだけどな。私がこの時、ローマからウィーンへ、ナイトジェットに乗る計画を立てていたのには、乗車時間が長い、以外に、理由があった。イタリアと、オーストリアを結ぶナイトジェットは、近いうちに、新型車両へ置き換えられることが決定されていたからだ。新しい車両は、7両固定編成のユニット構造。後端の客車にも運転台を備えるなど、電車列車のような外観になっている。また室内は、プライバシーが保たれる、新世代の設備を有し、Wi-Fi やコンセント、USB 電源を装備する。間違いなく快適さは新しい車両が勝るが、引退を控えた古い車両にも乗ってみたかったのだ。その新型ナイトジェットも、ちょっと問題があるんだよな。運転台が2年以上使い物にならない、お飾りだったり、個室の鍵が、早々に壊れてるとか、いやそれもそうなんだけど、オーストリア鉄道は、新しい寝台列車の導入を、大々的に宣伝していました。その効果は絶大。新型車によって運転されるナイトジェットは、導入直後からプラチナチケットとかし、なかなか手に入りません。走行している間に、新型ナイトジェットは料金を改定。大幅に値上がりしてしまいました。なので今度は、お値段的になかなか手が出せない列車になっちゃったのです。個室寝台は、350ユーロから500ユーロ。たった一晩で、6万円はないよな。5つ星ホテルに泊まっても、お釣りが来る値段だもんな。ということで私たちは、同じローマを出発し、同じ所要時間の寝台列車。しかも、ナイトジェットとよく似た車両で、はるかにお得な列車に乗ることにしました。その中でも、ちょっと背が高く、窓が少ない車両が、今晩の宿です。これは、8両編成の中に、1両だけ連結される、1等個室付きの寝台客車。車内には、1等と2等個室が並びます。この小アジ重が56トンですから、日本の形式記号に当てはめると、カロハネになりますね。今回はその中でも、エクセルシオールと呼ばれる、シャワー付き個室に乗車します。では早速、お部屋をチェックしましょう。車内は通路が片側に寄せられ、反対側に各個室が並びます。室内のレイアウトは、大まかに言えば L 字型。ベッドは車体に対して、横方向に設置されています。出発時間が夜11時と遅いので、寝台は入線時から、あらかじめセットされ、すぐにくつろげる状態になっていました。もっとも発車後に、車内改札がありますので、それまでは寝ちゃダメですけどね。また、一等個室寝台でユニークなのが、ベッドの他に、固定式のシートもあることです。この列車は、終点の到着が、お昼近い時間です。なので、翌朝起きたら目的地までは、椅子に座って過ごせるようになっているんです。車両自体はちょっと古いのですが、枕元の設備は新しくなっています。LED の読書灯、コンセントが備えられ、ベッドで携帯端末を充電しながら使えます。そして、皆様も気になっていることでしょう。入り口付近にある、木目の壁で仕切られた区画。ここには、洗面台とお手洗い、そしてシャワーが備えられています。ここで特筆すべきは、シャワーブースです。今までゆっくり歌劇団は、何度か個室にシャワーのある寝台を利用してきました。しかし実を言うと、仕切りのカーテンが狭かったり、小物置きがなかったりで、どれもシャワー設備が、使いにくいレイアウトだったのです。しかし、イタリアの寝台客車は違います。シャワーブースが扉で仕切られ、周囲の水跳ねを気にせずに、シャワーを使える構造なんです。この点は地味に、新型ナイトジェットよりも優れているポイントです。というのも、新しいナイトジェットは、シャワーとお手洗い、洗面所が同じ空間に詰め込まれています。
なのでシャワーを使うと、しばらくの間、床がびちゃびちゃ。しかも仕切りのカーテンすらなく、トイレや洗面台には、水がかかり放題なレイアウトなんですよ。イタリア寝台客車ではどうなっているのか、後で俺が実践してみましょう。皆様、べっちゃんの、あられもない、いや、荒々しいお姿にご期待ください。俺は紳士だから、ネクタイ一丁でシャワーを浴びるぞ。このように、一等寝台は、洗面台やお手洗いが、室内にありますし、この列車には、食堂車が連結されていません。基本的に、部屋の外に出る用事はなく、乗車したら、個室内だけで過ごせてしまうためか、外からドアを開ける、カードキーなどはありませんでした。個室の扉は、お客さんが在室中、内側からだけ、ロックをかけられる仕組みでした。一通り、お部屋の紹介が終わった頃、寝台列車は、夜のローマテルミニ駅を、静かに出発しました。列車が動き出して間もなく、車掌さんが各部屋を訪れ、切符を確認します。今回はチケットを、トレニタリアのホームページで購入しました。お値段は、驚きの 99.9 ユーロ。ナイトジェットと比較すると、個室寝台はもちろん、なんと、簡易寝台よりも安い価格でした。ただしこれは、正規料金ではありません。部屋数限定で、変更、キャンセル不可の、早期割引チケットでした。安い分、払い戻しに制限はあるけど、乗っちゃえば車内サービスに差はないし、これで十分だよな。ただ、他の国のお高い寝台列車たち。オーストリアのナイトジェットや、スペインのトレンオテルなどと比較すると、イタリアの寝台列車は乗車前に、ラウンジサービスがないのが、少し見劣りする点でしょうか。とは言っても、一等個室寝台に、12時間も乗れますし、このシチリア行きは、途中で船旅まで体験できちゃいます。ものすごくお得な列車だと言えます。車内では、切符の確認が済むと、紙の箱と、ガラスのボトルが入った紙袋が配られます。中身はスパークリングワインと、スナックボックス、と思いきや、箱の方はアメニティグッズでした。中身は、使い捨てスリッパ、歯磨きセット、石鹸、ティッシュなどです。ちなみにゆっくりさんは、これらをすべて使わずに、自分自身のお土産にしていました。なんか使うの、もったいなくてさ気がつけば、列車はローマの郊外を疾走しています。この寝台列車の最高速度は、時速160キロです。機関車は、時速200キロまで対応していますが、客車の許容速度がそれよりも低い、時速160キロだからです。とはいえ、かなりのスピードを感じます。この列車は、以前私とゆっくりさんが乗った、昼間の特急、インターシティと、同じルートを走ります。ローマを発車すると、南イタリア最大の都市、ナポリをかすめ、地中海沿いの線路を夜通し走行。明け方6時頃に、イタリア半島のつま先に到着します。その後、車両は丸ごと、鉄道フェリーに積み込まれて、海を渡っていきます。シチリア島に上陸後は、8両の客車を4両ずつに分割。片方の編成は、西に位置する、シチリア最大の都市、パレルモへ。もう半分の客車は、南の白草に向かいます。走る経路は、昼間の特急と同じですけれど、一つ大きな違いもあります。それは、お客さんの乗り降りです。夜11時から走り始める、インターシティ乗っては、ローマを発車すると、イタリア半島の先まで、ドアが開きません。したがって、翌朝、鉄道連絡線に積み込まれる駅、ビッタ・サンジョバンニに到着するまで、お客さんは、乗り降りができないのです。南行きの列車なら、必ず止まる、南部の都市、ナポリにも停車しません。まあ夜11時に出発する列車だし、途中に大きな都市もなく、需要がないもんな。ローマからナポリは、高速列車なら1時間ちょっとで到着できるが、在来線特急は、2時間もかかる。その頃には深夜1時となっているので、乗客を見込めない。なのでこの列車は、始発のローマで、全てのお客さんが乗り込み、あとは降ろしていくだけ、という運用になっているのだ。なお、ローマからシチリア島への夜行列車は、1日2便運転されています。私たちが乗った午後11時発の便の他に、午後8時にも同じ行き先の列車が出発しています。こちらは時間が早いので、南部の都市、ナポリにも止まるほか、午前0時まで、中小の町に停車。細かくお客さんを乗せていく運転です。
ただしこちらは、出発時間が早い分、鉄道連絡船に乗る時刻や、終点の到着も、朝早い時間です。車両がフェリーに積み込まれ、海峡を渡るのは、深夜の午前3時頃で、辺りはまだ真っ暗。そして午前9時には、早くも終点に到着しちゃうんです。ということで、久しぶりに乗り込んだ寝台列車の旅は、今から始まったばかり。次回もこの長距離列車から、沿線や車内の様子をお伝えします。なんといっても一番の見どころ、俺の男らしいシャワーシーンを、まだお見せしてないもんな。では次は、幻想的な夜明けの時間に、またお会いいたしましょう。それじゃあ皆様、おやすみなさーい。あのところで、部屋割りってどうなってるの？そりゃ当然、シングルルームの4人仕様だろ。ちゃんと2部屋取ってますから。DD ちゃんは、あたしと同じお部屋ね。私、ちゃんとかよ。